皆さんこんにちは、とあるお茶です。よろしくお願いします。じゃあ今回はですね、実際に喋りながら動画をね、撮影していこうと思います。前回前々回は線画のメイキングを出したので、今回はね、色塗りをしていきたいと思っています。で今回色塗りする子はこちらです。ででん。男の子ですね。私にしては珍しい男の子なんですけど、どうですかね。個人的には結構可愛いかななんて思ってるんですけど、多分この動画上がる頃には Twitter にも完成品載せてるので、よかったら見てあげてください。イエイ。こんな感じです。ドアップどうですか。かわいいですよね。でね、Twitter の方で質問だったりなんか話題的なものをちょっと募集したので、この子をね塗りながらお答えしていけたらいいかなと思っております。では早速塗っていきたいと思います。はい、というわけでまずは使う画材なんですけど、ででん。もう最近めちゃくちゃ気に入ってるのがこちらですね。エズミタン。なんかすごいね、いいんですよ語彙力。反対だ。こんな感じで、基本的に最近はねこれ使ってます。パレットに色を取ってこういう感じでね、ちょっと汚いんですけど混ぜて使っています。であとは岩彩かな、こちらですね。岩彩を使って塗っています。こっちの岩彩の方もねこんな感じでパレットに色を混ぜて使っています。で最初は肌をね塗りながら、ちょっと下塗りというかそんな感じのことをしますちょっと私色塗りのメイキングあんまり出さないからちょっと緊張しちゃうんですけど、頑張りますね。いつもねこのおでこからね塗っています。私ツイキャスでもお絵描き配信をするんですけど、あんまりね色塗りの配信はしないんですよね。なんかいつも線画ばっかりで。だから今撮りながら結構ね緊張しております、実は。でもこんな感じでほっぺをね塗っていきます。髪の毛もふわっと色をのせちゃいます。こんな感じですね。というわけでね、早速 Twitter でいただいた質問とかちょっとこうお答えしながらね塗っていこうかなって思います。まずね、いつものね配信の感じでやってほしいってことなんで、ちょっと書きながらうんこもしかしたらうるさいかもしれないんですけど、引かないでね。ペット飼うなら何飼う？くだらなくてごめんね。くだらなくないよ。めっちゃ無難だけど犬かな前はねモルモットとかハリネズミをね飼ってたんだけど、今はねもうねいないので何も飼ってないんですけど、はいめっちゃ特に面白い回答浮かばなかった。ぼかしていきます。はい、じゃあ次の質問いきますか。小さな頃から絵は描いていたのかとか、今までのお茶さんの生い立ちが知りたいです。小さい頃からね絵を描くのは好きでしたね。なんかもう気づいたら絵描いてました。なんか一人でなんか物語を妄想して、それをなんか A4 のコピー用紙にひたすらね描いていくっていう遊びをね一人でやってましたね。なんだろう、例えば好きな人と王子様とかお姫様みたいな設定で、それをなんか一人でね妄想しながらね絵描いてましたね。もうやばいですね。やばかったですよ、脳内がお花畑で本当に。で生い立ちなんだろう、1994年3月3日にとあるお茶爆誕しました。3人兄弟の末っ子ですね。生い立ちって何喋ればいいの？なんか生まれてお父さんとお母さんがなんか作る気なかったんだけど、なんかできちまったから仕方なく産んでやったって言われてそう、それでお茶はね生まれました。
生い立ちって何？生い立ちそれで小学校入って中学校入って高校に入って、で高校では建築系のね学科に入りました。建築デザイン系の学科に。でそれでね空間のデザインをやっていたわけです。でそのコンペっていうんですけど、そのコンペっていうので地味にね入賞したりねしました。で専門学校はね動物の専門学校で、就職した先はペットサロン、トリマーですね。結局トリマーになったんですけど、なのでね私絵についてはね専門的には勉強してないんですね。ずっとなんか趣味で描いていたので、まさかね将来こんな活動をねさせてもらえるとはその時思ってもおらず、トリマーとして就職をしました。でそれでなんやかんやって子供をね産むために地元の方に戻ってきて、それと同時にあれですね、ツイッターでこう絵を載せるっていう活動をし始めたんですね。その間に子供が生まれ、子供を産みながら子供を育てながら働きに出て、で趣味で絵をずっと描いてるっていう感じですね。でそれでなんかありがたいことにねいろんな方に見ていただける機会が増えまして、絵の方がちょうどねコロナが流行り始めた時期だったんですね。そのまま職場はねしばらくずっとお休みだったので、そのまま絵でね稼いでいくっていう形にどんどんなっていきました。で今に至るっていう感じですね。生い立ちはこんな感じですかね。次、髪の毛の次に描いていて楽しい部分人以外に描いてて楽しいもの。髪の毛の次に描いてて楽しいところはあれだな、目を閉じてる時のまつげ。まさにこの人なんだけど、最近このなんかふさふさのねまつげをね描くのにちょっとハマっているかもしれない。人以外に描いてて楽しいものはなんかもうみんな察してるかもしれないんだけど、お花だね。圧倒的にこれはお花だね。お花とか葉っぱとか人工的に作られたものじゃなくて自然が生み出したものが好きかな、描くのは。どうかな、いい感じになってきたんじゃなかろうか。どう？かわいい？かわいいよね。めっちゃ可愛くない？やっぱ肌色入るだけでなんか急にこのキャラのさなんか温度感というかさ、そういうのがなんか一気にこう出てきてなんかいいよね。色塗りって基本的にあんまり好きじゃないんだけど、でもなんか色塗りどこが好きかって言われたら肌塗ってる時が一番楽しいかもしれない。それ以外はちょっとなんかねうんこって感じなんだけど。はい、じゃあ次の質問。どの画材で描くのが好きまたは得意ですか？コピック、水彩、顔彩、色鉛筆など。今はね顔彩とかこの絵墨が一番いいかな。この紙をね変えてからなんかすごいね塗りやすい。やっぱ紙ってすごいね大切なんだなって思った。今までの紙じゃ私の理想とするその水彩とか顔彩での色塗りができなかったんだけど、紙をね変えた瞬間にねできるようになったの。だからうわ紙ってすげーってなった。なんか水彩うまくできないとかこの画材うまく使えないなっていう人がいたら、なんかまずはなんか最初に画材をねいろいろ試してほしいかもしれない。なんかやっぱ自分にね合う画材ってすごい大事だなって思う。だから私がすごいおすすめしたからってその画材がねみんなに合うとは限らないから、本当にちょっとアナログお金かかっちゃうんだけど、お金に余裕がある時にいろんな紙だったりとか透明水彩とか顔彩とかアクリルとかなんかいろんなねものを使ってみるのがいいんじゃないかなってめちゃくちゃ思います。詳しい画材紹介はね別の動画で出そうかなと思うんですけど、どうですか？なんか画材紹介みたいなのって需要ありますかね？
どうだろう、みんなさもう映像だけ流して喋らないスタイルの方がいいのか、ちょっと今回みたいにね、私がこう出しゃばって話してるスタイルの方がいいのか、みんなどっちのがいいですか？そう、私ね結構ね感覚で書いたり塗ったりしてるから、質問がね来てもねうまく説明できなかったりするの。本当に申し訳ない。じゃあ次の質問いきますか。プーさんを好きになったきっかけ気になります。全然覚えてない。いつ好きになったんだろう。私ねすごいクマが好きで、それでかな。クラシックプーさんってみんな知ってる？知らない人ねぜひね調べてほしい。めちゃくちゃ可愛いから。オーマイガー、はみ出した。待って、筆の中の水がなくなりそうだから入れてくる。ちょっと待ってて。ただいま。めんどくさいけど入れてきたよ。よっこらしい。周りの縁をもうちょっと濃くするね。どうだろう、なんかメリハリがついてきてさ、さっきより可愛くなってきたんじゃない？ちょっとまつげにホワイトを先に入れてみます。インクがインクめっちゃ固まってんだけど、あれ？待って待って、インク待って待って待って、インク拭き取ってたらペン先抜けた。見て、びっくりした。なんかさ今書こうと思ったらさ、ういペン先ないの。びっくりしちゃった。陥没したかと思った。ペン先抜いちゃってた。まさかの。びっくりした。そんでちょっと乾いたら整えていく。どう？めっちゃ可愛くない？美しきまつげになりました。イエーイ。ちょっと影を入れていこうと思います。乾くのを待ちたいと思います。疲れた。よし、じゃあ乾いてきたのでちょっとまた縁取りをしようかな。影濃くしようかな。今はね全体のバランスを見ながらちょっと色をね足したりしています。仕上げにねホワイトを入れていきたいと思います。はい、じゃあとりあえずねこれで完成です。イエーイ。はい、というわけで色塗り終わりました。イエーイ。オープニングとは別の日に撮ってるのでちょっと服が違うんですけど気にしないでください。はい、というわけで完成したものですね。こちらです。どうですか？いい感じ。
こんな感じになっております。いやーね、 YouTube 喋りながら撮るの初めてだったんで、本当に何喋っていいか分かんなくて、途中もめちゃくちゃ無言でずっと書いてたんですけど、慣れていきたいですね、 YouTube の撮影にも。オープニングでも言いましたが、よかったらね、完成したものを Twitter とかで見てあげてください。でよかったらチャンネル登録、高評価、コメント、Twitter、Instagram のフォローお待ちしております。ご視聴いただきありがとうございました。またね、次の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。